今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。幻想的な世界と冒険が広がる物語を通して眠りの世界へと導くファンタジーの朗読をお届けします。この動画はファンタジーオリジナルストーリーを5話お届けします。当チャンネル眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。光と闇の間の物語。ダリウスは、かつて仕えた闇の王からの逃亡を続けながら、光と闇の国の間にそびえ立つ、クリスタルキャッスルにたどり着いた。夜明け前の薄暗い空の下、城は、その巨大な姿を静かに浮かび上がらせていた。城の入り口は、光の結晶でできた扉があり、その表面には、古代の文字が刻まれていた。ここなら安全だろうか。ダリウスは不安を抱きながらも扉を押し開けて中に入った。城内は静寂に包まれており、淡い光が壁や床を優しく照らしていた。ダリウスは慎重に足を進め、古い絨毯が敷かれた廊下を歩いていく。やがて彼は地下室への階段を見つけ、そこから不思議な力を感じ取った。何かがある。好奇心に駆られたダリウスは、階段を降りることにした。地下室は冷たい空気が漂い、古代の遺物が並んでいた。その中で彼の目に留まったのは一枚の古びた巻物だった。巻物には見慣れない文字が書かれており、触れると暖かい光が放たれた。ダリウスは慎重に巻物を広げ、その内容を読み始めた。これは光と闇の均衡を保つ秘密か？巻物には光と闇の力を調和させるための儀式について記されていた。しかし、その儀式には大きな代償が伴うことも示されていた。ダリウスは巻物を巻き戻し、しっかりと握りしめた。この秘密を解き明かせば、闇の王の力に対抗できるかもしれない。彼は決意を新たにし、城を出ることにした。彼の目指すべき道は明確だった。光と闇の調和を取り戻すための旅が今始まろうとしていた。どこへ行くにせよ、この巻物が道を示してくれるはずだ。ダリウスはクリスタルキャッスルを後にし、新たな冒険へと歩みを進めた。ダリウスはクリスタルキャッスルを後にし、巻物が示す道を進んでいた。広大な平原を越え、光の国へと向かう彼の足取りは力強かった。目的地は光の国の中心に位置する聖なる森。そこには光の王女アリアンナが住んでいると聞いていた。数日後、ダリウスは聖なる森の入り口にたどり着いた。森は光に満ち、柔らかな風が木々を揺らしていた。彼は巻物をしっかりと握りしめ、森の中へと足を踏み入れた。ここで待っているのは誰か。彼が進むにつれ、森の中から光の王女アリアンナが現れた。彼女は優雅な佇まいで穏やかな笑みを浮かべていた。あなたがダリウスね。闇の国から来た勇敢な騎士。アリアンナは彼に優しく声をかけた。ダリウスは驚きつつも深く頭を下げた。そうです。私はダリウス。あなたに助けを求めに来ました。ダリウスは巻物を差し出し、その内容を説明した。アリアンナは慎重に巻物を読み、うなずいた。これは古代の守護者たちの知識を集めるための指示ですね。私たちが協力すれば、光と闇の均衡を保つ力を得られるかもしれません。二人は意気投合し、共に旅を続けることを決意した。アリアンナの導きで、彼らはまず古代の守護者たちが住む神聖な場所へと向かうことになった。旅の途中、彼らは様々な試練に立ち向かった。高い山を越え、広大な砂漠を渡り、激しい嵐にも耐えた。それぞれの試練は、彼らの絆を強め、信頼を深めるものだった。
やがて、彼らは最初の守護者のもとにたどり着いた。守護者は巨大な光の精霊で、彼らに試練を与えた。あなたたちの心が真実であることを証明しなさい。守護者の言葉に応え、ダリウスとアリアンナは全力を尽くして試練に立ち向かった。試練は厳しく、体力と精神力を試すものだったが、二人は協力して、それを乗り越えた。試練を終えた後、守護者は二人に祝福の言葉をかけた。あなたたちの心は真実である。私の力を授けよう。守護者の力を授かった二人は、次なる守護者のもとへと旅を続けた。各地で同様の試練を乗り越えながら、彼らは少しずつ力を蓄えていった。彼らの旅はまだ続くが、その道のりは希望と勇気に満ちていた。光と闇の調和を目指して、ダリウスとアリアンナは決して諦めることなく前進し続けた。ダリウスとアリアンナは数々の試練を乗り越え、ついに光と闇の国の協力が必要であることを確信した。彼らは勇気を振り絞り、闇の国のリーダーと接触するための計画を立てた。彼らの目標は闇の国のリーダーと光と闇の調和を目指す新たな同盟を結ぶことだった。二人は夜明け前に闇の国の入り口にたどり着いた。闇の国は重々しい霧に包まれ、薄暗い光がわずかに周囲を照らしていた。ダリウスはアリアンナを見つめ、深い呼吸をした。ここからが本番だ。彼はそう言って、アリアンナに微笑みかけた。アリアンナはうなずき、共に闇の国へと足を踏み入れた。闇の国の中で、彼らは闇の国のリーダーである、ナイトロードに出会った。ナイトロードは、冷静で知的な雰囲気をまとっていた。ダリウスとアリアンナは、自分たちの目的を正直に話し、共闘を提案した。私たちは光と闇の均衡を保つためにあなたの協力が必要です。ダリウスの言葉にナイトロードは一瞬考え込んだ後、静かにうなずいた。私もこの世界の均衡を保つために協力することを誓おう。しかし、信頼を築くためには試練を乗り越える必要がある。ナイトロードの言葉に従い、ダリウスとアリアンナは闇の国の試練に挑むことになった。試練は過酷で、彼らの心と体を試すものだった。闇の迷宮をさまよい、深淵の影と戦い、内なる恐怖と向き合わなければならなかった。最初の試練は、闇の国の深淵の迷宮を抜けることだった。迷宮は、複雑な道が入り組んでおり、錯覚や幻影が彼らを惑わせた。ダリウスとアリアンナは、互いの力を信じ、協力して道を切り開いた。次の試練は、内なる恐怖と向き合うことだった。彼らは、それぞれの過去のトラウマや、恐怖を具現化した影と対峙した。ダリウスは、かつての仲間を失った悲しみと、アリアンナは、未来への不安と向き合い、乗り越えた。最後の試練は、闇の国の精霊と戦うことだった。精霊は、強力な力を持ち、彼らを試した。しかし、ダリウスとアリアンナは、決して諦めず、互いの力を合わせて、精霊を打ち破った。すべての試練を乗り越えた後、ナイトロードは、深い敬意を持って、二人に語りかけた。あなたたちの勇気と信念は本物だ。私たちの力を合わせ、光と闇の均衡を保つために共に戦おう。ダリウスとアリアンナは新たな同盟を結び、光と闇の調和を取り戻すための力を得た。彼らの旅は続き、未来への希望を胸に、さらなる試練に立ち向かっていった。ダリウスとアリアンナは、光と闇の国のリーダーと共に、光と闇の力を統合する儀式を行うために、神聖な場所へ向かうことにした。その場所は、光と闇の力が交わる唯一の地であり、古代の予言にも記されていた聖域だった。聖域は、険しい山脈の中腹にあり、到達するためには、多くの困難が待ち受けていた。険しい道を進む中で、彼らは幾度となく試練に立ち向かった。
自然の厳しさ、敵の襲撃、そして内なる葛藤。しかし、彼らの信念と絆は揺るがなかった。ついに聖域にたどり着いた彼らを待っていたのは、神秘的な光に包まれた円形の広場だった。広場の中心には、光と闇の力が交錯する泉があり、その周囲には、古代の文字が刻まれた石柱が立ち並んでいた。ここが儀式の場所か。ダリウスは静かにつぶやいた。アリアンナはうなずき、巻物を広げて儀式の手順を確認した。準備を始めましょう。時間がないわ。彼らはナイトロードと共に儀式の準備を進めた。光と闇の力を統合するためには、純粋な心と強い意志が必要だった。彼らはそれぞれの位置につき、儀式を開始した。儀式が進む中、空が暗雲に覆われ、周囲の空気が重くなっていった。突然、闇の王の手先たちが襲いかかってきた。彼らは儀式を妨害しようとし、激しい戦闘が始まった。ここで止まるわけにはいかない。ダリウスは闇の手先たちに立ち向かい、アリアンナとナイトロードも共に戦った。戦いは熾烈を極めたが、彼らは決して諦めなかった。互いの力を信じ、協力して敵を次々と打ち破った。戦闘の最中、アリアンナが叫んだ。ダリウス、儀式を続けて、私たちが守るから。ダリウスは彼女の言葉にうなずき、儀式に集中した。光と闇の力が泉から湧き上がり、空高く舞い上がっていく。彼の心には光と闇の調和を願う強い意志が宿っていた。ついに儀式がクライマックスに達し、光と闇の力が完全に統合された瞬間、強烈な光が広場を包み込んだ。闇の手先たちはその光に飲まれ、消え去った。光が収まり、広場には静寂が訪れた。ダリウス、アリアンナ、ナイトロードは息を整え、互いに微笑みを交わした。これで新たな均衡が生まれる。ダリウスはそう言って、周囲を見渡した。聖域の泉は穏やかな輝きを放っていた。私たちの旅は終わったけれど、新しい始まりだ。アリアンナの言葉に、ナイトロードもうなずいた。これからは光と闇が共に歩む時代だ。彼らは新たな時代の到来を祝福し、未来への希望を胸に、聖域を後にした。彼らの冒険は終わり、新たな物語が始まろうとしていた。光と闇の力を統合する儀式が成功し、世界には新たな均衡が訪れた。光と闇の国々は、かつてないほどの調和を見せ、人々は平和と繁栄を享受するようになった。ダリウスとアリアンナは、光と闇の国のリーダーたちと共に、未来を築くための計画を練り始めた。彼らの目標は、世界中の人々が共に暮らし、互いに尊重し合う社会を作り上げることだった。ある日、ダリウスは光の国の城のバルコニーで朝日を眺めていた。柔らかな光が彼の顔を照らし、彼の心は平穏で満ちていた。ダリウス、ここにいたのね。背後から聞こえたアリアンナの声に、ダリウスは微笑んで振り返った。彼女もまた未来への希望に満ちた表情をしていた。アリアンナ、これからの世界はどうなると思う？ダリウスの問いに、アリアンナはしばし考えた後、答えた。私たちが築いた調和が続けば、光と闇が共存する美しい世界になるでしょう。でも、それを守るのは私たちの役目よ。彼女の言葉に、ダリウスは深くうなずいた。そうだな。私たちが守り続ける限り、この世界はきっと平和であり続ける。その後、彼らは光と闇の国を結ぶ新たな道を開き、両国の人々が自由に行き来できるようにした。商業や文化交流が盛んになり、国境を越えた友好関係が築かれた。ある日、彼らは光と闇の国のリーダーたちと共に、新たな時代の到来を祝う大きな祭典を開催した。光と闇が交わる場所で、人々は一緒に踊り、歌い、笑い合った。
その光景は、かつての争いが嘘のように思えるほどだった。この瞬間をずっと夢見ていた。ダリウスは祭典の様子を眺めながら、アリアンナに語りかけた。アリアンナは微笑み、彼の手を握り返した。私たちが成し遂げたことは、ただの始まりよ。これからも、私たちの使命は続くわ。二人は未来への希望を胸に、共に新たな道を歩み始めた。彼らの冒険は終わりを迎えたが、その先には、さらに素晴らしい物語が待っていた。光と闇の国の人々は、ダリウスとアリアンナの勇気と信念を忘れることはなかった。彼らの物語は語り継がれ、未来の世代に希望と勇気を与え続けた。そして、新たな均衡の下で、世界は平和と繁栄を享受し続けた。ダリウスとアリアンナの冒険は終わり、彼らは永遠の友人として、共に新たな時代を生き抜いた。星に名前をつける旅。セレナはルミナスター砂漠の隠されたオアシスに足を踏み入れた。砂漠の厳しい環境とは対照的に、オアシスは緑豊かで涼しい風が吹き抜けていた。古代の書物を求めて、この場所にたどり着いた彼女の心は興奮に包まれていた。ここに本当にあるのかしら。セレナは独り言をつぶやきながら、オアシスの中心にある古びた石碑の前に立った。石碑には古代の文字が刻まれており、その文字は星に関する秘密を伝えていると伝えられていた。彼女は慎重に石碑を調べ、指で古代の文字をなぞった。その瞬間、石碑がかすかに光り始めた。驚きながらも、セレナはその光を追って、石碑の奥に進んだ。そこには砂にうずもれた古代の書物があった。書物は古びてはいたが、強い魔力が感じられた。セレナはそれを慎重に拾い上げ、中を開いた。星に名前をつける儀式。これがその方法か。書物には星に名前をつけるための詳細な手順が記されていた。儀式の方法、必要な素材、そして星の力を解放するための呪文。セレナはその内容を一心不乱に読み進めた。これが私の使命ね。決意を新たにしたセレナは書物を持ってオアシスを後にした。彼女の心には新たな冒険への期待と星々への敬意が溢れていた。この星たちにふさわしい名前をつけるために、私はこの旅を続ける。夜空には無数の星が輝き、その光がセレナの道を照らしていた。彼女の旅はまだ始まったばかりだった。星々に名前をつけるという壮大な使命を胸に、セレナは一歩一歩砂漠の中を進んでいった。セレナは古代の書物に記された情報をもとに、オアシスに住む神秘的な生物たちを探す旅を続けていた。砂漠の中を進む彼女の前に、やがて星のように光る花々が咲き乱れる美しいオアシスが現れた。ここが、あの生物たちの住む場所ね。セレナは心の中でつぶやき、オアシスの中へと足を踏み入れた。オアシスの中心には澄んだ水が湧き出る泉があり、その周囲には小さな光の球体が浮かんでいた。それらは神秘的な生物たち、スターリースピリットだった。スターリースピリットたちはセレナの存在に気づき、彼女の周りに集まり始めた。彼らは星の名前に関する知識を持っており、セレナに試練を課すことで、その知識を授けるという。私たちの試練に挑む者よ。その心が純粋であることを示しなさい。一つのスターリースピリットが静かに語りかけた。セレナは深く息を吸い込み、決意を込めて答えた。私は星にふさわしい名前をつけるためにここに来ました。あなたたちの試練に挑みます。最初の試練は、オアシスの中を流れる星の川を渡ることだった。
川は透明で美しかったが、渡るには繊細なバランス感覚と集中力が必要だった。セレナは慎重に足を進め、一歩一歩を確実に踏みしめながら川を渡り切った。次の試練は星の光を反射する鏡の迷宮を抜けることだった。迷宮の中は複雑で、光の反射が彼女の視界を惑わせた。だが、セレナは冷静に迷宮の構造を把握し、見事に抜け出すことができた。最後の試練は、スターリースピリットたちとの心の対話だった。彼女は心を開き、自分の信念と星々への敬意を彼らに伝えた。スターリースピリットたちは、彼女の純粋な心に感銘を受け、最終的に試練を乗り越えたことを認めた。あなたの心は純粋です。私たちはあなたに星の名前に関する知識を授けましょう。セレナは感謝の気持ちを胸に、スターリースピリットたちから星の名前に関する貴重な情報を受け取った。彼らの教えを胸に、彼女は再び砂漠の旅を続けることにした。ありがとう。私はこの知識を大切にし、星々にふさわしい名前をつけるために旅を続けます。セレナは夜空を見上げ、無数の星たちに思いを馳せた。彼女の旅はまだ続く。星に名前をつけるための使命を胸に、セレナは新たな希望とともに砂漠の道を歩み始めた。セレナはスターリースピリットたちから授かった古代の星図を手にルミナスター砂漠の各地を巡り始めた。星図には星々の配置やその名前に関するヒントが詳細に記されていた。夜ごとに彼女は星図を広げ、夜空を観察しながら、その配置と意味を理解していった。ある夜、セレナは星図を見ながら、星の配置を確認していた。その時、彼女は星図に記された特定の星の配置が砂漠の地形と一致していることに気づいた。これが、次の手がかりかもしれない。彼女は星図に従い、砂漠の奥深くへと進んでいった。道中、古代の遺跡や隠された洞窟を探索し、星に関するさらなる知識を集めた。遺跡には古代の文字が刻まれており、それを解読することで、星の名前の秘密に迫った。ある洞窟の中で、セレナは特別な星の石板を見つけた。石板には、星の力を引き出すための呪文が記されていた。彼女は、その呪文を慎重に読み取り、星に名前をつけるための重要な手がかりを得た。この呪文があれば、星の力を解放できる。彼女は星図と石板を持ち、砂漠の旅を続けた。夜空を見上げるたびに、彼女の心は星々への敬意と使命感で満ちていった。旅の途中で、セレナは古代の天文学者の書簡を発見した。その書簡には、星の名前をつけるための儀式について、詳しく書かれており、彼女の理解を深める重要な情報が含まれていた。これで、星に名前をつける準備が整った。セレナは、星図、石板、書簡を手に、星に名前をつけるための最終的な準備を始めた。彼女は砂漠の中で儀式を行うための適切な場所を探し出し、そこで星の名前をつける儀式を行うことに決めた。彼女は夜空を見上げ、星図に示された配置に従って儀式の準備を進めた。星々が輝きを増し、夜空全体が彼女の努力を見守っているかのようだった。この瞬間が来た。セレナは深呼吸をし、星の石板に記された呪文を唱え始めた。呪文の言葉が彼女の口から発せられるたびに、星々は一層輝きを増していった。彼女の周囲に星の光が集まり、儀式の場が神聖な輝きに包まれた。その光景は幻想的で、彼女の心に深い感動を与えた。星に名前をつけるための儀式が、ついに完了する。セレナは星の名前をつけるための最後の呪文を唱え、星々の力を解放した。その瞬間、夜空に無数の星が新たな輝きを放ち始めた。
星々に名前を付けることで、彼女は世界に新たな光と希望をもたらした。彼女の旅はまだ終わらない。セレナは新たな使命を胸に、星々の守護者としての道を歩み続ける決意を固めた。セレナは古代の星図に示された場所で見つけた星の秘密の書を手にしていた。その書物には星に名前を付けるための詳細な手順が記されていた。書物を読み進める中で、彼女は星々が持つ特別な力とその意味を理解し始めた。この書物が星々の秘密を解き明かす鍵ね。セレナは書物に従って星に名前を付けるための最後の旅に出発した。砂漠の広大な景色の中で彼女は書物の指示に従って進んでいった。彼女の目的地は星々の力が集中する特別な場所だった。ある夜、セレナは星図と書物を手に砂漠の中心にある古代の祭壇にたどり着いた。祭壇は星の形をしており、夜空に向かって開かれていた。そこは星の力を解放するための儀式を行うにふさわしい場所だった。ここがその場所ね。セレナは深呼吸をし、儀式の準備を始めた。書物に記された呪文を唱えながら、祭壇に星の石板を置き、その上に星図を広げた。彼女の周囲に星の光が集まり、祭壇が神秘的な光に包まれた。儀式が進むにつれて、星々が一層輝きを増し、夜空が美しい光のカーテンで覆われていった。セレナは星々にふさわしい名前をつけるため、心を込めて呪文を唱え続けた。その時、彼女の前に古代の星の守護者が現れた。守護者は穏やかな表情でセレナに語りかけた。あなたの心は純粋であり、星々への敬意を持っています。あなたに星々の名前を託します。セレナは守護者の言葉に感謝し、さらに力を込めて儀式を続けた。星々の力が祭壇に集中し、夜空全体が光の海となった。その光景はまるで星が生きているかのように美しかった。これが星に名前をつける瞬間。セレナは星々に名前をつけるための最後の呪文を唱え、星の名前を心に刻んだ。その瞬間、星々は新たな名前と共に輝きを放ち、世界に新たな光と希望をもたらした。儀式が終わると、星々の光が徐々に収まり、夜空には新たな星座が現れた。セレナはその星座に自らがつけた名前を思い起こしながら、深い満足感を覚えた。これで、星々にふさわしい名前をつけることができた。セレナは星の守護者としての役割を引き継ぎ、星々の平和と調和を守ることを誓った。彼女の旅は終わりを迎えたが、新たな冒険と使命が彼女を待っていた。彼女は星々と共に新たな時代を生き抜く決意を胸に、再び砂漠の道を歩み始めた。星の守護者として、彼女は星々の光を守り続ける。セレナは古代の書物に記された手順に従って、砂漠の特定の場所で星に名前をつける儀式を行った。儀式が進むにつれて、星々が輝きを増し、夜空が一層美しく輝き始めた。彼女はその光景に心を打たれながら、星々にふさわしい名前をつけることの意義を感じていた。儀式の最後の段階で、セレナは星々の力を解放するための特別な呪文を唱えた。呪文の言葉が夜空に響き渡ると、星々は一斉に輝きを放ち、その光が砂漠全体を照らし出した。これが星に名前をつける瞬間。セレナは感動の涙を浮かべながら、星々に新たな名前を与えた。星々の輝きはますます強まり、その光はまるで新しい命を吹き込まれたかのように感じられた。彼女は儀式を終え、星々の輝きを見上げながら静かに微笑んだ。星々に名前をつけることで、彼女はその存在を永遠に刻むことができたのだ。
星々の力が解放され、世界に新たな光と希望がもたらされた。これからも星々を守り続けるわ。セレナは星の守護者としての役割を引き継ぎ、星々の平和と調和を守ることを誓った。彼女の旅は一つの終わりを迎えたが、同時に新たな始まりでもあった。彼女は砂漠の広がりを見渡しながら未来への希望を胸に抱いた。星々の輝きが彼女の道を照らし、その光が彼女を導いていくことを信じていた。星々に名前をつける旅は終わったけれど、私の使命はこれからも続く。セレナは再び歩き始めた。彼女の足取りは力強く、彼女の心には新たな冒険への期待が溢れていた。星々の守護者としての道を歩む彼女の姿は、夜空に輝く星々と共に美しく輝いていた。星々に名前をつけることで、セレナはその存在を永遠に刻み、世界に新たな光と希望をもたらした。彼女の旅は終わり、星々の物語は新たな章へと進んでいった。宇宙の裂け目の冒険。リオナはネビュラの渦を探索中に古代の宇宙船の残骸を発見した。彼女は星雲の中心にある神秘的な星雲の渦に魅了され、その内部を調査することにした。古代の宇宙船は無数の星々に囲まれた静寂の中に佇んでいた。ここには何が隠されているのだろう。リオナは宇宙船の内部に足を踏み入れ、慎重に探索を始めた。船内は古代の技術で満たされており、そのすべてが長い間眠っていたかのようだった。彼女は船の中央にある制御室にたどり着き、そこで古いデータレコーダーを見つけた。これが何かの手がかりになるかもしれない。リオナはデータレコーダーを起動し、そこに記録された情報を読み始めた。記録には宇宙の裂け目についての詳細が記されており、それが異次元への入り口であることが示唆されていた。裂け目の存在を確認したリオナは、その謎を解明するために、さらに深く調査を続けることを決意した。この裂け目の先に何があるのか、確かめなければならない。リオナは古代の宇宙船の記録をもとに、宇宙の裂け目の正確な位置を特定した。彼女の心は冒険への期待で高鳴っていた。未知の世界への扉が目の前にあると感じ、彼女はその扉を開くための準備を始めた。さあ、行こう。この冒険は始まったばかりだ。リオナはネビュラの渦の中で異次元への入り口を見つけるための旅に出発した。星雲のエネルギーに満ちた環境の中で、彼女は自らの直感と知識を頼りに前進した。未知の世界が彼女を待っていると信じ、リオナの冒険は新たな章へと進んでいった。リオナはネビュラの渦の中心にある古代の宇宙船の内部を探索し続けた。船内は静寂に包まれ、長い年月の経過を感じさせた。彼女は制御室にたどり着き、そこで古代の記録を解読することに成功した。記録には宇宙の裂け目の正確な位置と、その異次元への入り口についての情報が詳細に記されていた。リオナはその情報をもとに裂け目の場所を特定し、探索を進める決意を固めた。この宇宙船には、さらに多くの秘密が隠されているはず。彼女は古代の技術や道具を探し出し、それを使って裂け目を調査するための準備を整えた。船内には数々の興味深い装置や機器があり、その多くが未知の技術によって動いていた。リオナは慎重にそれらを調査し、必要な道具を手に入れることに成功した。これで準備は整った。リオナは裂け目に向かうため、古代の宇宙船を出発した。ネビュラの渦の中を進むと、次第に異常なエネルギー反応が強まっていった。彼女は古代の記録に従い、
その反応を追って、裂け目の正確な位置に到達した。裂け目の周囲には、強力なエネルギーの渦が発生しており、近づくことは容易ではなかった。リオナは古代の宇宙船で見つけた装置を使い、エネルギーの渦を制御しながら、裂け目に接近した。彼女の目の前には、異次元への入り口が広がっていた。ここがその場所。リオナは深呼吸をし、裂け目の向こう側に足を踏み入れる決意を固めた。未知の領域に踏み込むことで、彼女は新たな冒険の扉を開くことになる。その瞬間、強烈な光が彼女を包み込み、彼女は異次元の世界へと導かれていった。リオナは宇宙の裂け目を通り抜けて、異次元の世界に足を踏み入れた。目の前には広がる未知の風景が広がっており、彼女の冒険心を一層駆り立てた。異次元の空間には不思議なエネルギーが満ちており、彼女の肌に触れるたびに軽い電気が走るような感覚があった。ここが異次元の世界。リオナは周囲を見渡し、古代の技術を持つ遺跡を探し始めた。異次元の風景は美しくも奇妙な光景が広がっており、空には未知の星々が輝き、地面には浮遊する岩や光る植物が生い茂っていた。やがて彼女は目の前に巨大な遺跡を発見した。その遺跡は古代の文明が残したものであり、強力なエネルギー源が隠されていることを示唆していた。リオナは遺跡の入り口に立ち、慎重に中へと進んでいった。遺跡の内部は暗く、冷たい空気が漂っていた。彼女は手に持った光源で周囲を照らしながら道を進んでいった。壁には古代の文字や絵が刻まれており、それらを解読することで遺跡の秘密に迫る手がかりを得た。ここには何が隠されているのだろう。リオナは慎重に進み、遺跡の奥深くへと進んでいった。途中でいくつかのトラップやパズルが設置されており、それらを解きながら進むことが求められた。彼女は知識と直感を駆使して、これらの試練を乗り越えていった。ついに、リオナは遺跡の中心にたどり着いた。そこには巨大なエネルギーの核が輝いており、その周囲には古代の装置が配置されていた。彼女はエネルギーの核を調査し、それが異次元の世界を支える重要な装置であることを理解した。これが異次元のエネルギー源。リオナは装置を慎重に操作し、エネルギーの核を安定させる方法を探り始めた。彼女は古代の記録を参考にしながら装置の調整を進めた。やがてエネルギーの核は安定し、異次元の世界に平和と安定をもたらすことができた。これで異次元の世界も安全ね。リオナは深い安堵の息をつき、異次元の住民たちに感謝の意を伝えた。彼女は得た知識と技術を持ち帰るため、地球への帰還の準備を始めた。リオナはエネルギーの核を安定させた後、異次元の世界にしばらく泊まることにした。彼女は異次元の住民たちと交流し、その文化や技術を学ぶ中で、彼らの知識が自分の世界にもたらす価値を確信した。彼女は地球に帰還する前に、さらに多くの知識を持ち帰ることを決意した。異次元の住民たちはリオナに感謝し、彼女が探求を続けるための助けとなる古代の地図を渡した。その地図には異次元の世界に存在する様々な遺跡やエネルギー源の位置が記されていた。リオナはその地図を手に新たな冒険を開始した。地図に従って進むと、彼女はさらに巨大な遺跡を発見した。その遺跡は異次元の世界全体を支える重要なエネルギーの核心を保持している場所だった。リオナは遺跡の中に入り、古代の装置を操作してエネルギーの流れを調整するための手がかりを探し始めた。ここがエネルギーの核心。彼女は遺跡の奥深くに進むと、巨大なエネルギー源が光り輝く中心部にたどり着いた。
エネルギーの革新は異次元の世界全体に影響を与える強力な力を持っていた。リオナはその力を正しく制御するために慎重に装置を操作し始めた。古代の記録と住民たちの助言をもとに、リオナはエネルギーの革新を安定させるための手順を実行した。エネルギーの流れが安定し、異次元の世界全体が新たな調和を取り戻した。彼女の努力は異次元の住民たちに深く感謝され、彼らの尊敬と信頼を得ることができた。これで異次元の世界も安全になったわ。リオナはエネルギーの革新の安定を確認し、異次元の住民たちに別れを告げた。彼女は得た知識と技術を持ち帰るために宇宙の裂け目を通じて地球への帰還の準備を始めた。帰還の旅路は彼女がこれまでに経験した冒険の集大成だった。リオナは地球への帰還を果たし、そこで得た知識と技術を持って宇宙探査の新たな時代を切り開くこととなった。リオナは異次元の世界のエネルギーの革新を安定させた後、宇宙の裂け目を通じて地球に帰還する旅を開始した。彼女は異次元の住民たちに別れを告げ、得た知識と技術を持ち帰る決意を胸に、星雲の中心へと向かう。裂け目を通り抜けると、リオナは再びネビュラの渦の中に戻ってきた。異次元の冒険を経て得た多くの経験と学びを振り返りながら、彼女は自らの宇宙船へと足を運んだ。帰ってきたわね。彼女は深呼吸をし、地球への帰還を果たすための準備を整えた。宇宙船が静かに浮上し、広大な星雲の中を進んでいく。リオナの心には異次元の住民たちとの交流や古代の技術を解明した感動が深く刻まれていた。やがてリオナは地球の軌道に到達した。彼女は地球の青い光を見つめながら帰還の安堵感を味わった。宇宙船が静かに地表に降り立つと、彼女は船から降り立ち、足元の地面をしっかりと感じた。ただいま。彼女は微笑みながらつぶやき、持ち帰った知識と技術を次世代の探検家たちに伝える準備を始めた。彼女の冒険は宇宙探査の新たな時代を切り開くものであり、次なる探検の道を示す重要な役割を果たすことになる。リオナの冒険は伝説となって語り継がれた。彼女が異次元で経験した数々の出来事や得た知識と技術は未来の探検家たちにとって貴重な指針となった。リオナの名は宇宙探査の歴史に永遠に刻まれることとなった。私たちの冒険はこれからも続く。リオナは未来への希望を胸に新たな探検の準備を進めた。彼女の冒険心は衰えることなく、宇宙の果てに広がる未知の世界への好奇心は尽きることがなかった。彼女が得た知識と技術は地球の科学技術を大きく進展させ、新たな宇宙探査の道を切り開くこととなった。リオナの冒険は終わりを迎えたが、その影響は未来永劫にわたって続くのであった。無限の宇宙船。砂漠の空は昼間は焼けつくような太陽に照らされ、夜になると無数の星がきらめく。カイ・ルナ・シルバーはスターライトデザートの未知なる地に降り立った。初めて砂漠の風に触れ、彼の心は高鳴った。彼の故郷である遠い惑星とは全く異なるこの地に何か特別なものを感じていた。宇宙船アルゴナウティカの乗組員たちと共に、カイは古代文明の遺跡を探索する任務を受けていた。カイは新人クルーであり、彼の存在はまだ多くの謎に包まれていた。彼の心には宇宙船の仲間たちと打ち解けることへの期待と不安が入り混じっていた。遺跡に近づくにつれ、カイは胸の高鳴りを感じた。古代の石碑や道の文字が刻まれた壁が彼らを迎え入れる。遺跡の中はひんやりとしており、外の灼熱の砂漠とは対照的だった。
カイは一歩一歩踏みしめるたびに自分が何か重要なものに近づいていると感じた。突然、遺跡の奥から光が漏れ始めた。カイはその光に導かれるように進んだ。光の源には巨大なクリスタルが鎮座していた。その周囲には古代の紋章が輝いていた。カイは手を伸ばし、そのクリスタルに触れた。その瞬間、彼の中に何かが共鳴した。カイ、気をつけろ。仲間の一人が叫んだ。しかし、カイはその声に耳を傾ける余裕もなく、クリスタルの中に吸い込まれるような感覚に陥った。彼の頭の中に遠い記憶が鮮明に蘇った。自分の出自、そして使命が少しずつ明らかになっていく。突然、カイは意識を取り戻した。クリスタルから手を離し、深呼吸をした。仲間たちが心配そうに彼を見つめていたが、カイは微笑みを浮かべた。大丈夫だ、みんな。何か大事なことを思い出しただけだ。彼の声には確信があった。こうして、カイ・ルナ・シルバーの冒険が始まった。未知の砂漠、そして自分自身の謎を解き明かすために。彼の旅はまだ始まったばかりだったが、その先に待ち受ける試練と発見に、カイの心は燃えていた。カイと仲間たちは遺跡の探査を終え、一時的にキャンプを設営していた。夜になると砂漠の気温は急激に下がり、星々が空一面に広がる。カイは仲間たちと焚き火を囲みながら砂漠の神秘に心を奪われていた。その時、彼らの頭上で突如として強風が吹き荒れ、砂嵐が迫っていることに気づいた。砂嵐が来る。全員、速やかにテントに避難しろ。隊長が叫ぶ声が響いた。カイは慌てて装備をまとめ、仲間たちと共に避難しようとしたが、風の強さは予想以上だった。視界は一瞬にして砂と塵に覆われ、何も見えなくなった。カイは手探りで進もうとしたが、次第に仲間たちとはぐれてしまった。みんな、どこだ？カイの声は風にかき消され、返事はなかった。彼は一人で砂漠の中を進むしかなかった。砂嵐の中、カイは方向感覚を失いながらも必死に歩き続けた。冷たい風が肌を切り裂くように感じたが、彼は立ち止まるわけにはいかなかった。何時間も歩き続けた後、カイはついに力尽き、砂の上に倒れ込んだ。意識が遠のく中で、彼は一筋の光を見た。目を細めると、その光は遠くにある小さな洞窟から漏れていることに気づいた。カイは最後の力を振り絞り、洞窟に向かって這って進んだ。洞窟の中は驚くほど静かで、砂嵐の音もほとんど聞こえなかった。カイは安堵の息をつき、洞窟の奥へと進んだ。そこで彼は古代の遺物が散乱しているのを発見した。カイはその中で奇妙な形をした小さなアミュレットを見つけた。それを手に取ると不思議な力がカイの体に流れ込んだ。これは一体。カイは自問自答しながらアミュレットを握りしめた。その瞬間、彼の頭の中に遠い記憶が再び蘇った。自分の王族としての出自とその使命がより鮮明に浮かび上がった。休息を取った後、カイは再び洞窟の外に出た。砂嵐は収まり、静寂が戻っていた。カイは遠くにかすかに見える煙を見つけ、それが仲間たちのキャンプだと直感した。彼は足早にその方向に向かい、仲間たちと再会を果たした。カイ、大丈夫か？仲間たちは彼を心配そうに迎え入れた。カイは微笑みながらうなずいた。大丈夫さ。むしろ少し強くなった気がするよ。彼の手にはアミュレットがしっかりと握られていた。その夜、カイは新たな決意を胸に、次の冒険に向けて準備を整えた。砂嵐の試練を乗り越えたカイは、仲間たちと共に次なる探索の旅を続けた。ある日、彼らは砂漠の遥か彼方に小さな集落を発見した。その集落は遊牧民の住まいであり、彼らは砂漠を知り尽くした知恵と技術を持っていた。カイたちは遊牧民の歓迎を受け、しばらくの間、そこで休息を取ることにした。遊牧民の長老は、カイの持つアミュレットに興味を示した。そのアミュレットには、我々の祖先の力が宿っている。と、長老は語った。カイは、その言葉に驚き、もっと詳しく話を聞くことにした。長老は古代の伝承を語り始め、
その中で、カイの王族としての出自と、彼が果たすべき使命が明らかにされた。君は我々の救世主かもしれない。と、長老は言った。この砂漠には、古代の力が眠っている。それを解放することが君の使命だ。カイは自分の使命を理解し、その重責を感じながらも、決意を新たにした。遊牧民の協力を得て、彼は砂漠の奥深くへと探索を続けることを決めた。彼らは砂漠の地図を手に入れ、古代の遺跡や秘密の場所を訪れる計画を立てた。ある日、カイと仲間たちは砂漠の中で大きな岩山に到達した。その岩山の中には古代の預言が刻まれた洞窟が隠されていた。洞窟の入り口には古代の言葉で真実の道を求めよと刻まれていた。カイはその言葉に導かれ、洞窟の奥へと進んだ。洞窟の中には砂漠の民が守り続けてきた秘宝が眠っていた。その秘宝は強力な魔法の力を持ち、カイの使命を果たすために必要なものだった。カイはその秘宝を手に入れ、再び遊牧民の集落へと戻った。集落に戻ったカイは遊牧民たちと共に古代の儀式を執り行うことになった。儀式を通じてカイは自分の内なる力を解放し、使命を果たすための準備を整えた。遊牧民たちはカイを英雄として称え、彼の旅路を祝福した。カイ、君は我々の希望だ。と長老は言った。この砂漠の未来は君の手にかかっている。カイは深い感謝の意を示し、遊牧民たちとの絆を強く感じながら、次なる目的地へと旅立った。彼の冒険はまだ続く。未知なる試練と発見が待ち受けている。カイは仲間たちと共に異次元への扉を探し求め、さらなる冒険に心を躍らせた。遊牧民の助けを借りて、カイは砂漠の奥深くへと旅を続けた。彼の手には古代の預言を解き明かすための地図が握られていた。その地図には砂漠の最も秘められた場所に異次元への扉があることが示されていた。カイと仲間たちは地図を頼りにその扉を探し求めた。ある日、彼らは砂漠の中央にそびえ立つ巨大な岩山に到達した。その岩山のふもとに異次元への扉が隠されているという。カイたちは慎重に岩山を探索し、ついに古代の紋章が刻まれた石門を発見した。石門の中央にはカイが持つアミュレットがぴったりとはまる穴があった。カイはアミュレットを石門に差し込み、慎重に回した。すると石門がゆっくりと開き、まばゆい光が洞窟の中に広がった。光の中に一歩足を踏み入れると、カイと仲間たちは異次元の世界に引き込まれた。異次元の世界は現実の砂漠とは全く異なる幻想的な光景が広がっていた。空は虹色に輝き、浮遊する島々が宙に舞っていた。カイはその美しい光景に圧倒されながらも使命を忘れることなく進んだ。この世界には古代の守護者と呼ばれる生物たちが存在していた。彼らはこの世界の秩序を守るために異次元の力を持っていた。カイたちは守護者と対話を試み、その力を借りるために試練を受けることになった。試練は心と体を極限まで試されるものだった。カイは仲間たちと共に様々な困難を乗り越えていった。守護者たちはカイの勇気と知恵を認め、彼に異次元の力を授けた。その力は砂漠の未来を変えるための鍵となるものだった。カイ、この力を使い、君の世界を救え。と守護者は言った。君の使命は、この異次元の力を現実の世界に持ち帰り、古代の予言を果たすことだ。カイは深くうなずき、守護者たちに感謝の意を示した。彼は仲間たちと共に異次元の力を手に入れ、元の世界に戻るための準備を整えた。異次元の世界での冒険は、彼にとって貴重な経験となり、さらに強く成長するきっかけとなった。異次元への扉を再び通り抜け、カイたちは現実の砂漠に戻った。砂嵐が収まり、静寂が広がる砂漠の風景が彼らを迎えた。カイは異次元の力を手に新たな決意を胸に抱いた。これからが本当の試練だ。とカイはつぶやいた。彼の目には確固たる決意と未来への希望が輝いていた。カイと仲間たちは砂漠の民を守り、古代の予言を成し遂げるために次なる冒険に向けて歩みを進めた。
異次元での冒険を終えたカイと仲間たちはスターライトデザートに戻ってきた。異次元の力を手に入れたカイは遊牧民たちの元に向かい、得た力と知識を共有することにした。遊牧民たちはカイの帰還を歓喜で迎え、彼を英雄として称えた。カイは遊牧民の長老と共に砂漠の中心にある聖地で儀式を執り行った。異次元の力を解放し、砂漠全体に平和と繁栄をもたらすための重要な儀式だった。カイはその儀式の中で自分の使命を全うすることを強く誓った。カイ、君は我々の希望だ。この砂漠は君の力で新たな未来を迎えるだろう。と長老は言った。カイは深くうなずき、儀式を通じて異次元の力を解放した。光が砂漠全体に広がり、乾燥した大地が緑豊かな風景へと変わっていった。儀式が終わると、カイは宇宙船アルゴナウティカに戻り、仲間たちと再会した。彼らはカイの帰還とその成し遂げた偉業を祝福し、新たな冒険に向けての準備を始めた。カイは仲間たちと共に新たな旅路に出発することを決意した。これからが本当の冒険だ。私たちはまだまだ多くのことを探求し、発見しなければならない。とカイは言った。仲間たちはその言葉に励まされ、次なる冒険への期待に胸を膨らませた。カイは砂漠の民との絆を胸に抱きながら宇宙船の操縦席に座った。彼の目の前には無限に広がる宇宙の景色が広がっていた。カイは深呼吸をし、新たな未来に向けて旅立つ準備を整えた。さあ、行こう。私たちの冒険はまだ終わらない。とカイは微笑みながら言った。宇宙船は静かに離陸し、星々の間を航行し始めた。カイと仲間たちの冒険はこれからも続いていく。カイの心にはこれまでの旅で得た経験と学びが深く刻まれていた。彼は新たな挑戦を恐れず、未来に向かって歩み続ける決意を固めた。スターライトデザートの物語は終わりを迎えたが、カイの冒険はまだ始まったばかりだった。こうしてカイ・ルナ・シルバーの物語は幕を下ろし、彼の新たな旅路が始まった。未知の世界へと飛び立つ彼の姿は星々の光に包まれながら未来への希望とともに輝いていた。星空の下の秘密。エリオット・ブライトは古びた書斎の一角に佇んでいた。祖父の遺品を整理していた彼は、埃をかぶった箱の中から一冊の古い本を見つけた。本の表紙には精巧な製図が描かれている。手に取ると表紙がカリッと音を立てて開いた。中には祖父が残したメモが挟まれていた。エリオットは祖父が伝説の冒険家であったことを知っていたが、この製図が何を意味するのかまでは理解していなかった。メモには製図に隠された秘密が書かれており、その謎を解き明かすことで古代の遺産にたどり着くことができるとあった。製図の秘密。エリオットは興味を抑えきれず、詳細を調べ始めた。メモには製図が示す場所が幻想の森、ルミナリエであることが記されていた。ルミナリエは星々の光で満たされた魔法の森で、夜になると木々が星のように輝くと言われている。エリオットはその場所に惹かれ、すぐに旅立つ決意を固めた。装備を整え、必要なものをバッグに詰め込むと、祖父の冒険心を胸に、エリオットは森へと向かった。幻想の森、ルミナリエに到着したエリオットは、その美しさに圧倒された。夜空には無数の星が輝き、森全体が幻想的な光で包まれている。彼は製図を広げ、示される場所に向かって歩き始めた。祖父もこの製図を追っていたのだろうか。エリオットは思いを馳せながら森の奥へと進んだ。星の光が彼の道を照らし、まるで導かれるように進んでいく。彼がたどり着いた場所には古代の遺跡がそびえ立っていた。製図の指し示す地点に間違いなかった。エリオットは胸の高鳴りを感じながら遺跡の中へと足を踏み入れた。これがエリオット・ブライトの壮大な冒険の始まりであった。製図に隠された秘密を解き明かすため、彼は数々の試練に立ち向かうことになるのだった。エリオット・ブライトは幻想の森、ルミナリエの遺跡に足を踏み入れた。
内部は静寂に包まれ、星々の光がかすかに差し込む薄暗い空間が広がっていた。彼は製図を片手に遺跡の奥へと進んだ。遺跡の壁には古代の文字と星の図が刻まれていた。エリオットは祖父から受け継いだ知識を生かし、これらの謎を解き明かそうと試みた。製図に隠された暗号を解くため、彼は注意深く文字と図を読み解いていく。突然、遺跡の奥から風が吹き抜け、星の光が一層輝きを増した。エリオットはその光に導かれるように進んでいくと、巨大な石碑が立っている場所にたどり着いた。石碑にはさらなる暗号が刻まれており、製図の次なる手がかりが示されていた。ここからが本当の試練の始まりだ。エリオットは石碑の前でつぶやいた。彼は製図を頼りに遺跡内の謎を一つずつ解き明かしていった。その過程で彼は星の守護者と出会うことになる。守護者は長い銀髪と青い瞳を持ち、穏やかな微笑みを浮かべていた。君が製図を持つものか。私はこの森の守護者だ。君の目的を知り、手を貸そう。と守護者は言った。エリオットは守護者から森に隠された秘密について教えられ、彼の助けを借りながら遺跡の謎を解き続けた。彼は製図に示された場所を訪れ、次々と現れる試練に挑んでいった。一つ目の試練は星の光を集めることだった。エリオットは夜空の星々と対話し、彼らの力を借りて光を集めた。その光は製図の一部を輝かせ、新たな手がかりを示した。二つ目の試練は星の精霊たちと共に謎を解くことだった。エリオットは精霊たちの導きを受け、製図のさらなる秘密を解き明かしていった。彼は精霊たちの知恵を借りながら古代の暗号を次々と解読していった。エリオットの冒険は困難を極めたが、彼は祖父の意志を胸に進み続けた。製図に隠された秘密に迫るたびに彼の心は強くなっていった。遺跡の最深部にたどり着いた彼は次なる手がかりを手に入れた。そこには星の精霊との対話が待っていた。エリオット・ブライトは遺跡の最深部で星の精霊と対面した。精霊は淡い光をまとった美しい姿で現れ、優雅に彼に向かって微笑んだ。ようこそエリオット。私は星の精霊ルミナ。あなたがここにたどり着くのを待っていました。と、ルミナは語りかけた。エリオットは驚きとともに製図を差し出し、この製図の秘密を解き明かしたいのです。祖父が残したこの謎をどうしても解きたい。と訴えた。ルミナは製図を一別し、ゆっくりとうなずいた。この製図は古代の星々の記憶と力が封じられています。その秘密を知るには、星々の声に耳を傾ける必要があります。と、ルミナは説明した。彼女は手をかざし、エリオットに星の光を送り込んだ。その光は彼の体を包み込み、心の奥深くまで届いた。エリオットは目を閉じると、星々の声が頭の中に響き渡った。彼らの語る物語は、古代の冒険者たちの記憶と、製図に隠された秘密に満ちていた。彼はその声に導かれ、製図の謎を一つずつ解き明かしていった。ルミナはエリオットに星の伝説を語り始めた。昔々、この森には偉大な星の王国が存在しました。その王国の知恵と力は、この製図に封じられています。しかし、その力は悪用されることを恐れ、星の守護者たちが隠したのです。と、彼女は続けた。エリオットはルミナの話を聞きながら、製図のページをめくり、そこに刻まれた古代の文字と図を読み解いていった。彼は星の精霊たちからの助言を得て、製図の謎を解くための手がかりを一つずつ手に入れた。エリオットとルミナは共に、製図に隠された真実を探るために、旅を続けた。彼らは星の光を頼りに森の中を進み、隠された遺跡や古代の石碑を訪れた。それぞれの場所には新たな試練が待ち受けており、エリオットはその全てを乗り越えていった。ある日、エリオットは製図に示された最後の手がかりを見つけた。それは森の奥深くに眠る星の神殿の場所を示していた。ルミナは微笑みながら、あなたはもうすぐ製図の真実にたどり着くでしょう。その時、あなたの使命が明らかになります。と告げた。エリオットは心を決め、星の神殿へ向かう準備を整えた。
星の精霊たちと共に過ごした時間が彼に勇気と知恵を与えていた。聖図の真実を解き明かすため、彼は一歩一歩、星の神殿へと近づいていった。エリオット・ブライトは、ルミナの導きと、聖図の手がかりをもとに、伝送の森ルミナリエの奥深くへと進んでいた。星の光が、彼の道を照らし、ついに星の神殿の前にたどり着いた。巨大な石の扉がそびえ立ち、そこには古代の文字が刻まれていた。ここが、聖図の示す場所か。エリオットはつぶやいた。彼は深呼吸をして心を落ち着け、石の扉に手をかけた。扉は重々しく開き、彼の前に広がったのは、星々の光で満たされた神聖な空間だった。神殿の中央には巨大な石碑が立っていた。石碑の表面には聖図と同じ図が刻まれており、エリオットはそれをじっくりと観察した。ルミナは彼の傍らに現れ、この石には、聖図の真実が封じられています。あなたの知恵と勇気が試される場所です。と告げた。エリオットは聖図を取り出し、石碑にかざした。その瞬間、石碑が輝き始め、星々の光が彼を包み込んだ。彼の心には古代の記憶と知識が流れ込んできた。星々の声が再び彼に語りかける。我々はかつて星の王国を守る者たちだった。聖図はその力と知恵を後世に伝えるためのもの。あなたはその守護者として選ばれた。と星々の声が告げた。エリオットはその言葉に驚きつつも自分の使命を理解し始めた。石碑の光が収まるとエリオットの手には一つの鍵が残されていた。その鍵は聖図の最後の秘密を解き明かすためのものだった。ルミナは彼に微笑みかけ、その鍵を使い、星の記憶を解放しなさい。と促した。エリオットは鍵を手に神殿の奥へと進んだ。そこには古代の星の記憶が封じられた宝箱があった。彼は鍵を差し込み、慎重に宝箱を開けた。中には星の力が込められたクリスタルが輝いていた。クリスタルを手に取ると、エリオットの心に星の王国の記憶が流れ込んできた。かつてこの地に栄えた文明の知恵と力、そして彼らが守り続けた星々の秘密が明らかになった。彼はその全てを理解し、自分がその遺産を受け継ぐものであることを自覚した。あなたは、星の守護者として選ばれた。これからは、この知恵と力を使い、星々を守り続けるのです。と、ルミナは語った。エリオットはその言葉を胸に刻み、新たな使命を受け入れた。神殿を後にしたエリオットは、得た知識と経験を生かし、星々の守護者としての役割を果たす決意を固めた。彼の冒険は終わったが、星の守護者としての新たな旅が始まろうとしていた。エリオット・ブライトは星の神殿を後にし、伝送の森ルミナリエを歩きながら、胸に秘めた新たな使命を感じていた。彼の手には星のクリスタルが握られ、その輝きは彼の心を照らしていた。彼は森を抜け、故郷へと戻る道をたどった。帰りの道中、彼は星々の声を再び感じ取ることができた。星の精霊たちが彼に語りかけ、あなたは星の守護者として選ばれた。我々の知恵と力を持ち帰り、星空の下で新たな未来を築いてください。と励ましの言葉を送った。エリオットは故郷の村に戻ると、祖父の古びた書斎に再び足を運んだ。彼は聖図を広げ、そこに刻まれた秘密を改めて眺めた。祖父もこの聖図の謎を追い求めていたのだろうか。彼は感慨深げにつぶやいた。エリオットは村の人々に星の冒険の話を語り、新たな知識と経験を共有した。彼の話は村中の人々を魅了し、星空の美しさとその奥深い秘密に触れる機会を与えた。彼は聖図を使い、星々の動きを読み解き、未来を予測する術を教えた。その中でエリオットは新たな探求心に駆られ始めた。星の守護者としての使命は終わりではなく、むしろ新たな冒険の始まりだった。彼は星のクリスタルを手に新たな聖図を描き始めた。星々の導きに従い、未知の世界へと旅立つ準備を整えた。この聖図が示す先には、どんな未来が待っているのだろう。エリオットは星空を見上げながら静かに微笑んだ。彼の心には希望と期待が満ち溢れていた。
そしてある夜、エリオットは再び旅立ちの日を迎えた。星空の下、彼は村を後にし、新たな冒険の一歩を踏み出した。彼の背中には、星の光が輝き、道を照らしていた。エリオットの物語は、終わりを迎えたが、その心には、星々の知恵と力が宿っていた。彼は、これからも星の守護者として、新たな冒険と探求を続けていくことであろう。星空の下の秘密は、彼の中で永遠に輝き続けるのだった。